いや僕1ヶ月前ぐらいトランプさんこれ勝っちゃうかもなと思ってたんですけど、最近ちょっとハリスさん結構勝つんじゃねえか説っていうのが4割ぐらいあるんじゃないかなと思っていて、なんでそう思ってるかというと、トランプさんがメディアに出るたびに支持率を下げ続けてるんですよ。トランプさん勝ちパターンで、ハリスさんを攻撃するというのを一生懸命やってるんですけど、攻撃するときに黒人だからダメとか、アジア人だからダメとかっていう失言が出ちゃうんですよね。女性だからダメとか。で、そうすると、アジア人とか黒人とか女性は、ハリスさんに投票した方がいいよねってなっちゃうんですよ。で、もちろん白人男性はトランプに投票するっていう流れは変わらないと思うんですよ。で、ハリスさんが確か副大統領アリゾナの人に選んだのかな。じゃあ、アメリカ大統領を誰が選ぶんですかっていうので、アメリカ人の有権者が選びますというのは教科書的には正解なんですけど、本当にアメリカ人が選んでるのかというとそうでもなくて、アメリカの大統領を選ぶのはペンシルバニア州とか、アリゾナ州とか、アラバマ州かな、スイングステートと呼ばれる、もともとどこに投票するのかっていうのが揺れてる州の人たちが決めるっていうのになるんですよ。カリフォルニアだったら民主党に投票するよねとか、アーカンソー州だったら共和党に投票するよねって州ごとにもう決まっちゃってるんですよ。あ、ミネソタか。なので、スイングステートと呼ばれる、どこに投票するかわからない人たちの州っていうのが、どっちに転ぶかっていうので、基本的には大統領が決まるんですよ。で、そこのスイングステートのミネソタ州の知事を副大統領にカマラさんが選んだんですよ。ってなると、ミネソタ州の人たちは、カマラさんに投票する可能性が高くなるんですよ。で、そうすると、スイングステートの割と弱めなところをカマラさんは抑えちゃってるんですよ。そうすると、他のスイングステートをどう抑えるかっていう、そこの、本当に政局争いの話になってきて、で、時間が経てば経つほど、トランプさんは失言が多くなり、カマラ・ハリスさんはむしろ何にもしなくていいんですよ。で、何もしなくていい状態っていうのになって、で、そこに対して焦りを持ったトランプ支持者というのが、どんどんやらかしをすると思うんですよ。失言をするとか。だから、副大統領のバンスさんが人種差別発言的なものを言ってしまうみたいなのがあったりとかっていうので、マイナス票を重ねてしまうというのになって、そこなんかね、自滅オウンゴールがね、結構ね、ここあと2、3ヶ月続いちゃうと、どうなのかなと。で、トランプさん、ツイッター戻ってきたんですよね、X。ツイッターに戻ってきて、それがプラスになるかっていうと、多分ね、やらかす方の材料が増えるんじゃないかなと思っていて、結構ね、微妙になるんじゃないかというふうに思ってます。はい。で、ちなみに経済的にはトランプ大統領の株価が上がると言われていて、ハリスさんになると株価が下がると言われているので、経済的にはトランプ大統領がなった方が全然いいんじゃないかなと言われてますけど。で、アメリカの株価が上がる分にはいいんですけど、アメリカの株価が下がってしまって、で、日本も今の149円とかっていう状態ですけど、ここでインフレは止まらず日本の株価っていうのもそんなに上がらないよね。で、アメリカも株価が下がるから日本の株価も下がるよねってなると、ハリス大統領になった結果、世界で不況になり、日本も不況の影響をがっつり受けるっていうことにもなるんじゃないかなと思ってるので、良いことなのか悪いことなのかっていうと結構微妙。戦争に関していくと、トランプ大統領になった場合は、ウクライナ・ロシア戦争は終わると言われているので、カマラ・ハリスさんの場合は多分、ウクライナ・ロシア戦争はそのまま続くので、ウクライナの勝ちっていう形で多分、長期的になるんじゃないかなと思いますけど、トランプさん雲行き怪しい。いや、どうなんすかね。結構トランプさんとバイデンさんが戦ったら、もうトランプさん楽勝だよねという空気感だったんですよ。暗殺未遂があって腕を上げてこう立ち上がるみたいな、不屈のアメリカ暗殺でも死なない大統領っていうあのイメージは本当に強かったので、超強えと思ったら、カマラ・ハリスさんになった途端に人種差別発言しまくりなんですよね、共和党のトランプ支持者の人たちが。何のために人種差別発言を支持者がしているのかっていう。アフリカ系のアメリカ人、黒人と呼ばれる人たちも有権者で、もちろんアジア系、インド系の有権者もいるんですよ。だからそのカマラ・ハリスさんに黒人だからどうだとか、インド系だからどうだ、だからこいつは良くないみたいなのを差別用語を含めて言うと、こんな支持者がいるのをほっとくトランプ大統領に投票したら、俺たちはやばい扱いを受けるかもしれない。じゃあ、黒人であるカマラ・ハリスさんに投票しようとか、インド系であるカマラ・ハリスさんに投票しようとか、で、アジア系の人たちとかも、白人以外クソだよねみたいなことを言ってる人たちが大統領になったら、自分の生活を脅かされる可能性があるので、
白人ではないカマラ・ハリスさんに投票した方がいいよねっていう形で、マイノリティ系の人たちの投票がカマラ・ハリスさんに上がるように、トランプ大統領の支持者が一生懸命仕向けてるんですよ。で、トランプ大統領も女性を大統領にしちゃいけないよねみたいなこと言ってて、それ言ったら女性票取れないでしょっていうのも言っちゃったりするので、女性もやっぱりトランプじゃない方がいいよねみたいになりつつあって、カマラ・ハリスさんが何かをしたから、すごいカマラ・ハリスさんの支持率があったかという形では僕が見てる限りないんですよ。カマラ・ハリスさんは無難に普通に選挙運動をしてるだけで、トランプ派が、トランプ大統領元大統領も含めて、オウンゴールをしまくっていて、自分から支持率を下げてるんですよね。で、問題はおかしな支持者を放置し続けると、オウンゴールをしてること自体もおかしなことだという風にならなくなって、で、それをやってる人たちが結構なんか応援しちゃうっていう、カルトの人たちのそのエコーチェンバーっていうのは言われるんですけど、こんなにひどいことを俺は言うぜ。お、かっこいい。じゃあ俺も言うぜ。みたいなので、人種差別発言とかきつい発言をすればするほどかっこいいという価値観が生まれてしまって、一歩離れた人を見ると、あいつらやべえっていう。なので、普通の人たちじゃない人たちがなんか応援してるから、ちょっと引いちゃうよねっていう、あの状態のオウンゴール合戦が結構始まっちゃってる気がするんですよね。なので、どこかの段階で共和党がそれを止めるっていうのをやらなきゃいけないんですけど、今のところトランプ大統領がそれを止める気がないので、ひょっとしたらひょっとするかなっていう。とはいえやっぱりトランプ大統領が支持率高いということは事実なので、普通にトランプ大統領勝つ可能性もあるんですけど、カマラ・ハリスさんは後出しが可能なので、結局そのアメリカ大統領を誰が決めるのかっていうので、アメリカ人が決めるというふうに結構思いがちなんですけど、正確に言うと、スイングステートの州民が決めるなんですよ、アメリカ大統領は。ロサンゼルスですっていう人たちはもうじゃあ民主党に投票するよねとか、ハンカーソンですとかっていう人たちは共和党に投票するよねとか、州によってもうどっちに投票するかっていうのは大体決まっちゃってるんですよ。IT とかやってますとかっていう先進的な人たちっていうのが西側だったり東側の海外のとかにいて、そういう人たちは民主党に投票するし、真ん中の白人層が多くて工場労働者が多い地域っていうのは共和党に投票するよねっていうのが、もともとほとんど変わんないんですよ。もうほぼ固定。なのでほぼ固定の人たちが投票しますと。で、問題はスイングステートと呼ばれるほぼ固定ではない州の人たちっていうのですよ。例えばじゃあ日本で行くと、東京、大阪、仙台がある宮城とか名古屋とかは、大企業が儲かった方がいいよねって言ってるところに投票します。で、これは人口が多い都市は大企業が儲かった方がいいよねって思ってるから、これは動きませんと。でもその島根とか鳥取とか人口めちゃめちゃ少なくて農業だけでなんとかやってますみたいなところは農業にお金配りましょうって言ってる政党に投票するっていうので、大都市系が投票する党と農業系が投票する党っていうのはもうこれ入れ替わることほぼないんですよ。人口が都市部というのがいきなり人口ゼロになりますとかってないからそこら辺変わんないんですよ。なので微妙な田舎なのか都市部なのか分かんない静岡県みたいなところがどっちに転ぶかっていうのが毎回変わったりするんですよ。東京、名古屋に囲まれてるから都市部的な考え方をして都市部に投票するっていう人もいれば、いやいや言うてもやっぱ静岡って農業盛んだから農業系に投票した方がいいよねみたいなのが選挙ごとに変わる地域というのをスイングステートって言うんですけど、そのペンシルバニアだったりとかアラバマとかだったりかなっていうところが5個ぐらいあるんですけど、でそこら辺がどっちに転ぶかっていうので、トランプ大統領は副大統領をヒルビリー・アレジーという本を書いて、昔ながらの白人に評価されてる人を副大領候補というので発表しちゃったんですけど、でカマラ・ハリスさんはまだ副大領候補を指名していないので、スイングステートの中から副大統領を選ぶっていうワンチャンがあるんですよ。ニュージャージー州がトランプ大統領に投票した方がいいのかな、カマラ・ハリスさんに投票した方がいいのかなって思ってる時に、ニュージャージー州の州知事を副大統領にしますって言ったら、カマラ・ハリスさんがね、そしたら、俺たちのあいつが副大統領になるんだったら、その方がいいよねって言って、ニュージャージー州の人がカマラ・ハリスに投票するっていう方に持ってける可能性があるんですよ。なのでカマラ・ハリスさんは実はその自分の副大統領をスイングステートから選ぶというカードを持ってるので、そのカードのせいで基本的にはここ絶対共和党が取るよねと思ってるスイングステートをひっくり返すっていうところがまだ可能なんですよ。っていうのがあって、ワンチャンが結構あるんじゃないかなっていうところもあるので、なのでちょっとアメリカ大統領選読めないよねというのもあって、で、アメリカ大統領選読めないよねというのも、実はアメリカの株価が下がってる要因の一つではないかなと言われていて、トランプ大統領って経済お消臭の人なので、基本的には株価はどんどん上がっていくだろうっていうので、トランプ大統領が11月になると思ってるので、じゃあそこで株買った方がいいよねってなってるんですけど、でもカマラ・ハリスさんがなるんだったら株価下がるかもしれないよね。なのでちょっと利益確定させ
せた方がいいよねっていう形で、割とそのカマラ・ハリスさんの人気が上がってくると、株価が下がってしまうという構造もあるんですよね。日本の保守派にトランプ推しが多い理由がわかりません。トランプになったら関税とか輸出入とともにダメージを大きいと思うし、環境問題がん無視で海面上昇が続くと、沖ノ鳥島市の可能性も高くなって、日本の領が落とされるし、その他ものも日本にとってプラスがない気がします。リベラルハリスの方が日本の外交上有利な気がするのが、そこら辺どうなんでしょうか。考え方が好きなんだと思います。多分その日本の保守派として日本にメリットがあるかどうかというより、トランプ大統領のような考え方の偉い人が好きっていう。なので、もし日本の総理大臣がトランプ大統領だったらいいよねっていう形で好きっていう話で、実際に別にそれが本当に日本のメリットがあるのかどうかっていうのまで考えていない、そういう保守派の人が割と多いということだと思います。はい、トランプの方が面白いとかね。っていうのはあると思いますけど、はい。バイデンよりはマシ。いや、大して変わんないんじゃないですか。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。